日本であまり紹介されることがありませんが、この人物をご存知でしょうか。この人物は金久という名前で、大韓民国臨時政府のメンバーで、日本が敗戦した後に、韓国大統領が誰がなるべきかという中で、後に大統領となる李承晩と争うこととなりました。前の大統領のムン・ジェインと、現在最大野党の党首であるイ・ジェミョンは、この金久の思想と大いに関係しているということを今回取り上げてみたいと思います。日本統治時代を知らない李承晩。大韓民国臨時政府とは、1919年に朝鮮半島で起こった 3.1 独立運動に端を発し、上海にて発足されたもので、遠隔地から朝鮮半島内に反日暴動を計画したり、画策したりしていましたが、政府としての実質的な機能はない、模擬政府のようなものでした。李承晩は臨時政府の設立に関わっていますが、設立翌年に派閥抗争に敗れ失脚し、ハワイに居を移しています。そもそも李承晩は大韓帝国の皇帝の構想の退位を求める文書の散布に加わり、投獄され、1904年に特赦で釈放された後にアメリカに亡命し、ハワイに定住しています。1919年に上海の臨時政府樹立には参加しますが、翌年にはハワイに戻っていますので、実は李承晩は日本統治時代を全くと言って良いほど経験しておらず、アメリカからの目線で日本を見ていたというのが実際となるでしょう。李承晩は終戦後1945年に朝鮮半島に戻っています。さて、金久は臨時政府主席の身分での帰国を要望しましたが、臨時政府の正当性はアメリカ政府からも認められず、一般人の身分で朝鮮半島南部に戻ることを選びます。そして、李承晩が率いる独立促成中央協議会と統合し、大韓独立促成国民会を結成し、副総裁に就任します。つまり、この時点で1919年の 3.1 独立運動から始まった臨時政府は正当性が認められておらず、アメリカによって擁立されていた李承晩が大韓民国の建国を行う路線が敷かれていました。感情的な反日。金久は生粋の反日で、1896年には料理店では注文した順ではなく、年齢が上の者の注文が優先されるといい、店主が日本人商人土田丈介に先に配膳したことに腹を立て、集団で土田を暴行、石と鉄パン棒で撲殺し、金品を奪って遺体を埋葬せずに凍った川に捨てたという事件を起こし、投獄され、死刑判決を受けています。その後特赦により減刑されるものの、脱獄を図り、3.1 独立運動に参加し、上海で亡命政府のようなものを作ったというのが経緯となっています。伊藤博文を暗殺した安順根の息子の安春生が、伊藤博文の息子の伊藤文吉のもとを訪れ、謝罪を行ったことに腹を立て、中国の蒋介石に安春生の殺害依頼を行っています。相手にされなかった金久の主張。南北朝鮮の分断が決定的になる中、金久は独自の理論を展開し、米ソの影響下ではなく、朝鮮半島が自らの力で統一を果たすという主張を展開し、北のキム・イルソンに面会しています。しかし、時勢は全くそのような状況にはなく、キム・イルソンからは全く相手にされず、アメリカも全く相手にしませんでした。その後、大韓民国設立にあたり、初代大統領を決める南朝鮮での単独選挙に対する反対運動を展開しましたが、1948年8月15日に大韓民国の建国が宣言され、アメリカにより担がれた李承晩が初代大統領となり、翌年に金久は自宅にて暗殺されます。ここまでは大まかな大韓民国建国までの李承晩と金久についての経緯です。現在の韓国の憲法の前文には、3.1 独立運動で建立された大韓民国臨時政府の法統を継承すると謳われており、これが法律上で反日が国是として正当化される根拠となっていますが、これまでの経緯を見るに、大韓民国建国にあたり、臨時政府の正当性は認められなかったという矛盾があることを韓国の人々は全く知らないことでしょう。韓国の右派と左派。さて、その後大韓民国は李承晩のもと、独裁政治が続き、民主化の運動により李承晩政権が倒れるものの、
パクチョンヒによる軍事クーデターにより軍事独裁政治となります。その後ノテウ大統領の時代、1987年6月29日に大統領直接選挙を含む民主化宣言が行われます。このような流れから、韓国の保守とは李承晩の建国から端を発した政治勢力となり、左派とはその逆という性質があります。その中で経済政策優先か社会保障優先かという経済的な要素で右と左に分かれている傾向があります。そのため、左派は共産主義的性質を持ち、北朝鮮とは融和的な政策を行う傾向がありました。憲法上はどちらも反日ですが、実際には李承晩は反日により韓国を建国したという経緯があり、親日勢力を次々と粛清していきました。反面、左派は反日ではあるものの、キム・デジュンは日本に国賓として訪れており、FIFA ワールドカップの共同開催、日韓文化交流の解禁、竹島問題にまつわる改正国際法にのっとった新しい日韓漁業協定の締結などを行っています。その後ノムヒョン元大統領も左派系の大統領として国賓訪問を行っていますが、その後韓国内で反日運動が過熱していきます。ノムヒョン大統領の次に保守系の大統領が2代続きますが、イ・ミョンバクは通貨危機の際に日韓通貨スワップについて、スワップは余計だったと発言し、麻生元総理を激怒させたと言われていますし、竹島の上陸を大統領の任期中に行っています。慰安婦像が立ち並び、次のパククネ元大統領も保守系の大統領ですが、プサンの日本総領事館前に慰安婦像が設置されています。慰安婦像設置が何の躊躇もなく展開され始めたのがこの時代でしょう。これに先立ち日本では、安倍第一次内閣において慰安婦の強制連行について、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかったとし、河野談話の内容を一部修正する閣議決定をしています。これをもとに2015年の慰安婦合意に向かっていくわけです。緊急を敬愛するムン・ジェイン。その後、パククネ大統領の弾劾から大統領に就任するムン・ジェインがとても厄介な人物で、これまでの左派勢力とも全く違う主張を持っています。それが緊急です。ムン・ジェインは最も尊敬する政治家に緊急の名を挙げており、就任後2019年には緊急記念館の中で国務会議を開くという意味のわからない行動をしているほどです。そして、現在最大野党党首のイ・ジェミョンも、緊急を最も尊敬する政治家として名前を挙げています。このように見ると、ムン・ジェイン時代の理解不能な外交政策が皮肉にも理解可能となってきます。緊急とはアメリカを排除し、南北朝鮮の統一を北との交渉で実現しようとした人物でした。ムン・ジェインの政策とは米国の影響を朝鮮半島から排除する動きをし続けていました。ジーソミアの破棄の動きもまさにその目的と言えます。その上で米朝間首脳会談を実現したり、突然国連にて朝鮮戦争の終戦を希望する発言を行ったり、イ・ジェミョンに至っては、アメリカのせいで朝鮮が分断されたという、常軌を逸した発言をしています。つまり、保守に対する対抗軸として、李承晩に対する緊急を象徴的に位置づけているのです。そして決定的なのは、それは緊急の妄想に過ぎず、アメリカからも、北朝鮮からも全く相手にされなかった架空の歴史であり、現在も全く同じ結果となっていることは皮肉でしょう。問題は、このような主張に韓国民の半数が賛同していることです。緊急については、上海の臨時政府には全く朝鮮半島についての統治実態がなく、帰国後もその正当性は認められず、北との独自統一路線も完全に誰からも評価されず、実際に政治を行って実績を上げたという事実そのものがありません。その上で、もし緊急の時代だったらという、究極のイフを掲げて国民を扇動しているのが、ムン・ジェインであり、イ・ジェミョンということになります。この、緊急による架空の歴史を前提とすれば、李承晩による建国自体が成立せず、つまり大韓民国の建国そのものを否定していることにもなります。前回の韓国総選挙で保守系の与党が大敗しました。この流れでいくと、次の大統領選挙では左派系の大統領となることが確実視されています。
日本としては単に左派系の大統領が誕生するという見方も重要ですが、さらに戦後作られた日米、米韓の安全保障によって維持されてきた朝鮮半島、東アジアでの安全保障の問題について、根本的な変革を行おうと画策する勢力が政権を取るという理解をする必要があるでしょう。さて、今回は現在の韓国左派と緊急の関係についてお話ししました。この動画が良いと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。